はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回は、ダイナミックドライバーと BA とピエゾドライバーのドライブリッドモデル、ラプトゴーブリッジのレビューです。なんかドライバーの海鮮丼みたいなモデルだね。ああ、最近海鮮丼食べてないな。愛、今度一緒に食べ行こうよ。別にいいけど、いきなり達成したんで調子狂っちゃったわ。聞いてみて思ったけど、ドライブリッドモデルはいろんなドライバーのいいとこ取りをしただけでなく、うまくミックスして自然な音に仕上げてる印象だったわ。そうですね、愛も同じような印象でした。ドライバーはこういう感じで配置されていて、3種類5個になるんですね。音の出口を塞いで反対側からの音漏れをチェックしてみたけど、わずかに漏れてきてるので自然な開放感があったよ。オープン設計っていうほどではないけどね。2つのチューニングスイッチでこのドライバーからの出音を自在にコントロールしているのかと思ったけど、測定してみるとそういう役割じゃなかったようで、ゲイン調整と小域の出方の調整になっているようだった。ノズルフィルターによる調整の方が効いていて、はっきり違いが分かったね。基本的にはこのタイプのフィルターにありがちな中高域の調整になってたよ。フィルターは後で測定結果を確認してみよう。ドライバー海鮮丼の価格はラプトゴーブリッジでしょ。ああ、ブリッジの価格はいくらだっけ。22,000円ぐらいよ。ミミーちゃん大丈夫？大丈夫だけど海鮮丼が頭から離れない。この質感なら納得できる価格と言えますかね。そうだね。パッケージ内容はケースが特に凝ってるよね。そうですね。ベースカラーがブラックですけど、ホワイトとかピンク系だったらアクセサリーケースとして指輪とかピアスとか入れたくなっちゃうかも。フィルターやスイッチ切り替えのツール、イヤピもまとめて収納できるのはいいね。移動時にはちょっとかさばりそうだから家用かな。メカっぽいデザインで一度見たら忘れないよね。でもデザイン優先ってわけでもなくて、装着してみると収まりはいいよ。厚みも標準的だし、重さも金属製のシェルとドライバー数を考慮すると片側実測 7.1g は妥当なとこでしょう。ステム系がちょっと大きめなので装着できるイヤピに多少制限はあるかな。視聴にはバンドルイヤピとダンジジム DAPB トレブルを使ってみた。サウンドチェックはノズルフィルターで変化幅の大きいシルバーとゴールドを比較してみた。レベル差が出たけど合わせずそのまま出力しているよ。はい、了解です。サウンドチェックの音収録もダンジジム DAPB でいいんですよね。そうだね。ではサウンドチェックです。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。レベル差もそのままにしたので実際の聞こえ方に近く、フィルターゴールドには派手さを感じました。では、いわゆる標準タイプとなるフィルターブラックを装着したシングル波形を表示します。低域が強めなリファレンス曲でバランスがやや小域寄りに感じることから、量感はさほど感じないがぼやけた印象はなく輪郭がしっかりしている。
ドラムのキックのアタックがしっかり伝わってくる。ベースラインも追いやすく、土台となるリズム体が安定していて、上の帯域が聞こえやすい印象。中域、減衰幅が少なめで2キロ少し過ぎたあたりのピークに向かっての立ち上がりが早め。この帯域の出方をチェックするためのリファレンス曲だと特に目立った出方ではないけどいい感じ。中高域、3.5 キロあたりを落としメリハリをつけているのが好印象ね。2キロ少し過ぎたあたりのピークの効果でボーカル、メロディーラインがしっかり真ん中で存在感あるけど耳障りな感じはしなかったよ。広域、5キロ過ぎでの大きな減衰はなくはっきりした出方です。その前の 3.5 キロあたりを一旦落としているので耳障りな感じはほとんどなく明瞭で分離も感じられます。波形ではボーカルの視察音が気になりそうですが聞いてみるとほんの少し気になる程度でした。ハイハット、シンバル系は明瞭で存在感も結構あり広域が苦手な人には少しきつく感じるかもしれません。トータルでは低域のタイトな下支えがありつつ中広域から広域が伸び重心は広域寄りです。どの帯域もよく聞こえ解像感は高いと思いました。次はフィルターシルバーね。1.5 キロ以降が標準のフィルターブラックに比べおとなしめになっているよね。ボーカルの視察音やハイハット、シンバル系が少し柔らかめになり広域寄りだったバランスに少し調整が加えられミミーはフィルターシルバーが聞きやすく疲れにくい感じだったわ。次はフィルターゴールド。フィルターブラックをベースに2キロ少し過ぎたあたりのピークが一番強調されレベルも若干上がるのでボーカル、メロディーラインはさらに存在感を増す。ミミーちゃん同様フィルターシルバーが気に入った自分にはフィルターゴールドはちょっときつめ。インストだとどのフィルターで聴いても許容できボーカル曲では中高域から広域にやや落ち着きのあるフィルターシルバーの印象が良かった。はい、次はチューニングスイッチを見てみたよ。最初に全部のパターンを重ねたものから表示するね。想像していた変化とは違って4パターンの波形がほぼ重なり微調整の役割みたい。パターン10、広域に少し変化があって聞いた感じ伸びが良くなったように思えるけどこのくらいの変化だとすぐ慣れちゃった。スイッチオンにしなくても広域はもともと結構いい感じなのよ。パターン01、全体的に少しゲインが下がったけど今まで測定してきた他モデルのゲイン変化のようなはっきりしたものではなくて微調整的な感じみたい。パターン11、拡大すれば確かに変化はあるけどレベル差があまりないのでほとんど体感できなかったなぁ。という結果でチューニングスイッチは今回測定した個体では微調整的な役割に見えたよ。ブリッジはもともとそんなに変化させなくても幅広い帯域にわたって弱点を感じないのでデフォルト設定00のままノズルフィルターの調整だけでいいかなって思っちゃった。最後はリケーブルで今回は愛がリケーブル後の感想をお伝えしますね。使用ケーブルは前回の動画でも使用したナイス HCK グレークラウドです。フィルターはシルバーで視聴しました。バンドルケーブルで聞いていても大きな不満はなかったですがグレークラウドに変更すると広がりとパワフルさそして音の太さが増すのと広域が少し落ち着く印象でしたので途中からチューニングスイッチを10パターンにして少し調整してみたら良くなった気がしました。広がりに関してはグレークラウドがいいなぁと思いましたがパワフルさ、音の太さに関しては元のケーブルの方が愛は好みでした。とはいえトータルではグレークラウドの広がりが増した質感の方を取るかな。中広域の調整はブラックとゴールドのフィルターもありますしリアピ、ケーブル、フィルター、チューニングスイッチの組み合わせで時間をかけて自分好みに調整していく楽しみがありますね。ブリッジはサウンドステージは心地よい広さを保ちつつ各帯域の出音はモニターライクな印象にも感じました。視聴し始めた時は広域がちょっときつめに感じたんですがフィルターシルバーで自分の耳にはいいバランスと思えるようになりました。普段聴いている数々の曲を聴き直すとタイトでアタックの良いリズム、程よい再現性の中域、メリハリをつけた中広域、明瞭だけどほぼ刺さらない立体的に感じる広域と最近聴いたモデルの中での印象はかなり良かったですね。というわけでラプトゴーブリッジのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。